はい、皆さん、こんにちは。ケイスケの日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのために作られています。今回は中級者から上級者向けのお話になります。はい、皆さんお元気ですか？ 2026 年が始まったなぁと思っていたら、もう3月になっちゃいましたね。最近僕はちょっと忙しくて、ポッドキャストを録音することができませんでした。子供の頃は時間が経つのが遅くて毎日暇だなーって思うことも多かったですが、大人になってからは毎日時間が過ぎるのが早いなーって感じています。みんなはどうかな？子供の時と大人になってからで時間の経過の速さが変わったように感じるかな？ところで僕がコロンビアに来てからそろそろ3年になります。3年って長いようですけど、あっという間に過ぎてしまいましたね。入院して手術をしたり、いろいろなところに旅行に行ったり、それから大学の日本語会話クラブのボランティアをしたり、本当にいろいろな経験をすることができました。でもね、今年の4月、もう来月ですね。僕のコロンビアのビザが切れます。だから一度コロンビアを出なければならなくなりました。それで次はコロンビアの隣にある国、エクアドルに行くことにしました。日本人が観光でエクアドルに行く場合、ビザはいりません。でも僕はちょっと長く滞在しようと思っていますから、デジタルノマドビザを申請することにしたんです。デジタルノマドビザの場合、最長で2年エクアドルにいることができます。引っ越しはお金がかかるから僕は一つの国に長くいたいんですよね。多分このポッドキャストを聞いている人の中には、仕事や勉強のために日本に住んでいる人もいるかもしれませんね。日本のビザを取るのはどうでしたか？大変でしたか？まあ、ビザを取るのって大体どこでも面倒くさくて大変だと思います。いろいろな書類を準備したり、翻訳したり、時間がかかる作業が多いですよね。それで今回僕がエクアドルのビザを取るために書類を用意しているときに気がついたことがあるんです。それは日本の手続きはデジタル化が遅れているなぁということです。今回エクアドルのビザを取るために日本とコロンビアの無犯罪証明書という書類を出さなければいけません。でもその書類をもらうための手続きがコロンビアと日本で大きく違ったんです。無犯罪証明書っていうのは今までに警察に捕まったり悪いことをしたりしていませんよっていうことを証明する書類です。コロンビアの無犯罪証明書はまず警察に僕のパスポートや ID カードのコピーをメールで送って無犯罪証明書が欲しいことを伝えました。そうすると10日くらいでメールの返信が来て書類をダウンロードするリンクをもらうことができました。書類は PDF ファイルでもらうことができましたから、これからエクアドルのビザをインターネットで申請するのにも便利です。それからその書類にアポスティーユをもらうのも全部インターネットで終わらせることができました。
アポスティーユっていうのは、その書類が公的な本物ですと証明するための書類です。まあ簡単に言えば、コロンビアの場合、いろいろな役所に行かないで、全部インターネットで手続きが終わったんです。でも日本の無犯罪証明書をもらうのはちょっとというかかなり面倒くさいです。僕は今日本に住んでいないので、まずコロンビアにある日本大使館へ行かなければなりませんでした。大使館へ行って右手と左手の全部の指の指紋を取りました。手にインクをつけて紙に指を押し付けて指紋を取るんです。これがね、結構時間がかかったんですよ。多分大使館の人もあまりやったことがない仕事で慣れていなかったんでしょうね。その後、書類の受け取りの日を聞きました。そしたら、なんと、だいたい2ヶ月後になると言われたんです。コロンビアの日本大使館から日本の警察へ書類を送って、その後、完成した書類を日本からコロンビアへもう一度送るから、とても時間がかかるようなんです。さらに、書類ができたら、僕はもう一度日本大使館へ行かなければなりません。日本の場合は、デジタル化された PDF ファイルではなくて、紙の書類をもらわなければならないんです。メールで PDF をもらえたらわざわざ大使館へ行かなくてもいいんだけどね。もしすべてがデジタル化されていれば、もっと早くて簡単なんだろうなって思いました。日本は新幹線とかロボットとかハイテクな国だというイメージがありますよね。でもその反面、行政の手続きに関してはデジタル化が遅れていると言わざるを得ないですね。でもどうして日本のデジタル化が遅れているのか、僕なりに4つの理由を考えてみました。日本のデジタル化が遅れている大きな理由は、直接会うことを何よりも大切にする文化があるからじゃないでしょうか。日本ではメールでデータを送るだけでは冷たいとか失礼だと感じられることがあるので、わざわざ相手のところへ行って紙の書類にハンコを押す。相手への誠意や敬意を示そうとします。効率よりも顔が見える安心感とか形式を優先する考え方が今でも深く残っているんです。二つ目の理由は、役所や警察の組織がバラバラだということです。違う部署同士の横のつながりが弱いんですね。これを縦割り行政と言います。もう少し詳しく説明すると、縦割りというのは組織が縦に分かれているということです。そして横の連携がない状態のことなんです。例えば A という部署と B という部署があったとします。でもこの2つの部署はお互いにデータを共有しません。協力する仕組みも持ってないんです。まるでそれぞれの部署が高い壁で仕切られているみたいなんです。
このせいで私たちはとても不便な思いをします。例えば、引っ越しをしたときですね。市役所に行って、引っ越しました。と、届け出をします。でも市役所のデータは警察には自動で送られません。だから、運転免許証の住所を変えるために、また別の日に警察署へ行かなければならないんです。同じ情報を何度もいろいろな場所に届けなければならない。これが縦割りの弊害。つまり悪い点ですね。三つ目は、日本にお年寄りがとても多いことです。日本の65歳以上の人の割合は、なんと 30% 近くです。3人に1人が高齢者なんです。だから、デジタルが苦手なお年寄りのために、あえて紙の書類を残しているんだと思います。みんなの国ではどうかわかんないけど、日本では銀行の通帳が未だに人気です。スマホのアプリで残高を見るよりも、紙の通帳に数字がプリントされている方が安心するというお年寄りがとても多いんです。役所の手続きも同じです。ネットでやるよりも窓口に行って担当の人に書き方を教えてもらいながら書く方が安心できるんですね。これは誰にでも使いやすいようにするための日本の配慮、つまり優しさのようなものです。でもその優しさのせいで社会全体のスピードが遅くなっているのはちょっと複雑な気分ですね。最後の理由は、今の日本のシステムがアナログなままでもすでに便利すぎるということじゃないでしょうか。例えば、宅配便のサービス。日本では荷物を家で受け取れなかったとき、電話をかけて、すみません、今日の夜8時から9時の間に来てください。とお願いすることができます。そうすると、ドライバーさんが必ずその時間に届けてくれます。今のままでも十分に便利な生活ができてしまうので、大金を使ってまで新しいシステムに変える必要がないと考えてしまうのかもしれません。今のままで十分いいよねという満足感が皮肉にも進化を止めているのかもしれません。それから日本人は非常に慎重なので、新しいシステムを導入するメリットよりもトラブルなどのリスクを重く見てしまう傾向があります。100% 安全じゃないなら今のままがいいよねという失敗を恐れる気持ちがデジタル化のスピードに大きな影響を与えているのではないでしょうか。はい。ということで、今日は日本のデジタル化についてお話ししました。日本は正確さや安全をとても大切にする国です。でもそのために時間がかかったり、手続きが複雑になったりすることも多いです。スピードが速くて効率的な他の国と、少し遅いけれど丁寧で正確な日本。皆さんはどちらがいいでしょうか？これは難しい問題かもしれませんね。はい。皆さんの国はどうですかね？
住所を変えたり、公的な書類をもらったりするのはネットで簡単にできますか？それとも日本のように直接役所へ行かなければなりませんか？ぜひぜひコメント欄でメッセージを書いてね。皆さんの国のことを教えてください。みんなの経験を聞くのも楽しみにしています。はい。じゃあ今日のポッドキャストはここまでです。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。バイバイ。